激アツ回。どうもワンピースの謎解く仮面 YouTuber ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね、チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年48号ワンピース最新話1096話熊千代を考察します。この1096話については話数の理論から1年前に Twitter で激アツ回になるだろうと予想して、半年前 YouTube でも激アツ回だと予想しましたが、激アツ回でした。今回も色々と当たった考察、外れた考察、答え合わせがはかどります。さらにこの1096話では38年前のゴッドバレー事件の真相が語られていますが、我々が知っているゴッドバレー事件とは全然違う。どうやら捏造、隠蔽された事件だったようです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでいない人は大いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まずはいつものように話数の理論から考えましょう。半年前と2週間前、1096話の予想はこのように考えました。こちらです。もっと未来の予想をしておきましょう。それは1096話です。1096話の話数の語呂合わせ予想はドクロですから、1096話は激アツ回だと予想されます。1096話の反転話数も691話ですから、691は死の国の王。1096はドクロ死の国の王で何かが起きる。今から楽しみです。そしていよいよ次回がその1096話です。1096話の類似話数は96話と196話です。96話は東一番の悪、96話の語呂合わせは黒。96話ではナミが新聞を読んでビラでクーデターが起きたとつぶやいている。それならば1096話ではゴッドバレーで暴動が起きる。つまりやはりロックス海賊団上陸か。また96話には正義を掲げた海軍たち。海軍はクソみたいな天竜人を守っている組織ですから、1096話でも正義の名のもとに天竜人を守りそう。つまり1096話に若きガープも現れそう。そして96話は始まりと終わりの街、海賊王ロジャーが処刑されたローグタウン。それならば1096話にはロジャーも現れそう。1096話の語呂合わせはドクロの旗を掲げた海賊たち、つまりロックス海賊団とロジャー海賊団が現れるのか。人の苦労、引き続き熊の苦労が語られそう。そして半年前に予告したように1096話は激アツ回になる。はい、こちらの予想はほぼ当たっていますから、これでいいでしょう。それでは本編の考察を始めましょう。1096話のスタートは引き続き熊の記憶会、ゴッドバレーの人間狩り、逃げ惑う奴隷ラビットたちにはスーパーレアラビットなら1万点など得点が割り振られている。これが1096話の話数の語呂合わせ1つ目、人を狩ろうでしょう。Q をかと読む語呂合わせルールはカバジの公式誕生日9月8日で設定されています。この人間狩りには一般の天竜人の他に12人の神の騎士団も参加しているようで、リーダー格のガーリング星以外は38年前子供だらけで構成されているようです。つまり現在の神の騎士団たちは大人でしょうか。天竜人の中には新たにマンマイヤー家という一族も判明。神の騎士団は9人ではなく12人だった。こちらの動画では神の騎士団についてこのように考えました。こちらです。そしてイム様とは仏、仏国フランスを表す。ならば神の騎士団のモチーフは12勇士がモチーフでしょうか。この12勇士は数々の不思議な武器を持っていましたから、神の騎士団たちは最上大技物12個を持っているのか。最上大技物12個イコール12勇士のイメージ。僕もこの時神の騎士団は9人だと考えていましたが、しかしそのモチーフは12人の12勇士だと考えました。神の騎士団は9人なのか12人いるのか。場面は変わって海軍本部のコングのことを忘れていなかった小田先生。そんなコングはガープにゴッドバレーへ行き天竜人の護衛をしろと頼んでいます。これが1096話の話数の語呂合わせ2つ目、特務でしょう。特務とは特別な任務です。しかしガープはなぜか海賊島蜂の巣の話をしています。どうやら天竜人たちの人間狩りの商品はもともと海賊島蜂の巣にあった重要な宝、海賊島の宝だったらしく、その宝を天竜人から奪い返すために海賊たちがゴッドバレーに集まっているという。つまりロックス海賊団たちがゴッドバレーへ出向いたのは天竜人たちに奪われた海賊島の宝を取り戻すため。ロックスたちはそれほど極悪人じゃない。そんなガープは38年前
蜂の巣はつつくな、そのように言っていますが、38年後、そのガープが愛弟子コビーのために海賊島蜂の巣をつついて氷漬けにされているのが面白いです。そんなガープはどうやら天竜人たちが定期的に人間狩りをしていることを知らない。コングは何をしているのか知っていそうですが、ガープには言えないという。ガープは人間狩りを知っているのか知らないのか、どちらであってもガープの株は下がります。そのガープはロジャーと因縁があるようで、今回はロジャーも動いたため、ゴッドバレーへ出向くようです。ロジャーたちも海賊島の宝を狙っているのか。さらにドクロの島蜂の巣からはロックス海賊団の他に複数の海賊団たちがゴッドバレーを目指す。それは海賊界の大事件だという。これが1096話の話数の語呂合わせ3つ目。ドクロでしょう。この語呂合わせは1年前から予想できました。こんな多くの海賊たちが手に入れたい宝とは何か。普通に考えれば最強クラスの悪魔の実、ウオウオの実かニキニキの実でしょうか。おそらくはニキニキの実の方か。ロジャーさえも欲していたことを考えれば、ロジャーは武力には興味がありませんから、ニキニキの実の方でしょう。自分や他者を遠くへ飛ばせて、体力も回復できて、攻撃さえも跳ね返す。さらには記憶さえも取り出せる。ニキニキの実は最強クラスの悪魔の実であり、仲間たちとの冒険にはもってこいの能力ですから、おそらく海賊島の宝とはニキニキの実。その宝をバッカニア族のクマが食べた。バッカニアとは海賊のことですから、海賊の一族、クマが海賊島の宝を食べた。バッカニアとはカリブ海にいた南米のレッドインディアン、アラワク族の言葉、ブカンに由来する言葉です。ブカンとは肉をいぶる。バッカニアとは肉をいぶるもの。現代のバーベキューの語源でもあります。肉です。バッカニアイコール肉。そしてバッカニア族クマの能力はニキニキの実、肉球。さらに太陽の神ニカ、ルフィは肉が好き。そして海賊島蜂の巣とは蜂の巣。クマの好物は蜂蜜。蜂の巣の宝をクマが食べたと。蜂の巣と蜂蜜とクマのつながり。さらにそんなニキニキの実とはイワンコフ曰く解放の手。クマの憧れは解放の戦士ニカ。ニキュニキュとはニキュニキュ。ニキュニキュ。それはニカニカ。ニカ。ニキニキの実とはニカを再現できる、ある意味で簡易的なニカニカの実。小田先生は麦わらの一味の悪魔の実の語呂合わせにおいて2と9が足りないことを読者から指摘されて、意味深にもそれはノーコメントだと言っていました。ニキニキの実29とニカの29がつながっている。そんなニキニキの実の肉球マークはまるで光が不足している太陽のマークみたい。あと少しでニキニキは太陽になれそう。さらにまだあります。僕はこちらの動画で黒ひげはクマと同じ種族、そのように考察しましたから、黒ひげもバッカニア族なのか。もしもこの考察が正しいなら、海賊島の黒ひげと海賊島の宝を食べたクマはつながる。海賊島蜂の巣には蜂蜜ではなく闇闇の実の黒ひげがいる。以上のつながりからロジャーやロックスたちが狙う海賊島の宝とはニキニキの実だと考えます。となるとさらにまだあります。こちらの動画ではポーネーグリフを拡散した800年前のアラバスタの女王リリーはニキニキの実だと考えました。リリーがニキニキの実を食べていればポーネーグリフを一瞬で世界中に飛ばせるからです。もしもこの考えが正しいなら、リリーはやはりアラバスタには戻らずに海賊となって死んだのかもしれません。そのリリーの解放の手は伝説となり、ニキニキの実は海賊島の宝になったのか。つまり800年前のリリーもまた解放の手を持っていた。肉球を持っていた。そんなビビとリリーの故郷アラバスタのマークは太陽のマーク。ニキニキの実の肉球マークの完成形。アラバスタでは肉球がある白い猫、ウミネコが神聖な生き物と言われていました。脱線しましたが本編に戻りましょう。ここでダーリング星が10万点を獲得していますが、この活躍はでんでん虫によって聖地マリージョアにも配信中。おそらくイム様や他の五老星たちも楽しんでいる。そんな人間狩りについてイワン国少年は過去に生存者は一人もいないと語る。そこで奴隷の一人サメの巨人が強力な顎でイワン国の手錠を食いち
握る解放の顎。これは1096話の話数の語呂合わせ4つ目。徳老。徳老でしょう。老という漢字には生贄という意味もあります。このサメの巨人は誰かのお父さんでしょうか。例えば同じサメの巨人アーロンかホーディ、またはジンベエの父親なら激アツですが、巨人は全く別の種類で生まれてくるのでそれは分かりません。とにかくゴッドバレーから脱出しないと命がない奴隷たち。そこでジニーは大会の商品が脱走の鍵だという。それが宝箱に入っている最強クラスの悪魔の実、ウオウオの実とニキュニキュの実。これが1096話の話数の語呂合わせ5つ目。天下無敵。天下無敵でしょう。カイドウが持つウオウオの実はまさに天下無敵であり、さらに桃之助もこれを食べている。桃之助はおでんから天下無敵と呼ばれていました。宝箱には天下無敵のウオウオの実が入っていた。この展開は2週間前に予想できました。ただしウオウオの実は無難に当たりましたが、他にはホルホルの実も入っていると考えましたが、正解はニキニキの実でした。確かに誰かがニキニキの実を食べればゴッドバレーを脱出できる。ちなみに最強クラスの悪魔の実2つとも天才ベガバンクはすでにコピーしています。さらに奴隷の少女ジニーは窃盗盗聴通信のプロだといい、電電虫を発揮してゴッドバレーの情報を2週間前に外部へリークしていたという。この電電虫のリークをキャッチしたのがロックスやロジャー、海賊たちだったようです。電電虫をハックして天竜人たちの情報を流す。こちらの動画ではエッグヘッド事件の結末を考えました。それは天竜人たちが隠蔽したいオハラの情報、不都合な D の意思について、ベガファンクはクローバー博士の意思を受け継いでファンクレコーズと電電虫を接続して世界中にリークするだろうと考えました。そのことで革命がさらに盛り上がると考えたからです。この電電虫によるリークのアイデアと被っていますが、どうなんでしょうか。とにかく最強クラスの悪魔の実を奪って島を脱出する計画のジニーですが、それにはおとり役が必要だという大人たちが沈黙する中で、そのおとり役に自ら手を挙げる9歳の奴隷クマ。その背中の的には矢が刺さっている。だが的を置いている。クマが初登場した時のセリフ、伏線回収。この辺りもうまいです。そしてやってきたロックス海賊団上陸。ドクロの旗を掲げている。そして上陸するや否やジーベックはすぐさま俺に続けとルフィのように一人で突っ込む。これは2年前考えたようにやはりジーベックはルフィのような人物でした。そしてジーベック、白ひげ、四季のやり取りはまるでルフィ、ロー、キッド三船長のやり取りに似ています。そんな置いてけぼりのロックス海賊団は白ひげ、バッキン、四季、ビッグマム、カイドウ、キャプテンジョン、オーチョク、ギンプ、そして4バーことグロリオーサもロックスでした。なんというオーラ。さすが伝説の海賊団。これが1096話の話数の語呂合わせ6つ目。トグロ。トグロでしょう。トグロを巻いたヘビ、グロリオーサ。ここでバッキンは白ひげの肩にくっついている。確かにこれなら白ひげの愛人というのは嘘じゃない。そして1096話の話数の隠し語呂合わせはトグロ。トグロでしょう。白ひげとバッキンはまるで悠々白書のトグロ兄弟。この隠し要素は俺でなきゃ見逃しちゃうね。ハンターハンター11巻96話より。そしてここで白ひげはアホンダラと発言していますが、このアホンダラというセリフからなんと僕は奇跡的に2年前にオーチョクとギンプはスリラーバーグのジェネラルゾンビだろうと考察しています。こちらです。ただスリラーバーグのゾンビはロックスとつながりがあるかもしれません。スリラーバーグにはロックス海賊団に所属していたキャプテンジョンの死体が眠っていました。つまりモリアはキャプテンジョンだけではなくロックス海賊団に所属していたメンバーの死体を数多く集めていた可能性がこのアホンダラで浮上するわけです。450には語呂合わせ死後にで登場したこのゾンビたちがまだ明かされていないロックス海賊団のメンバーオーチョクとギンブである可能性が少し高まるわけです。墓場の王アブサロンも蘇れ古の戦士たちと言っていましたし、それにモリアとアブサロムの2人は新世界においてロックス海賊団がアジトにしていた海賊島8の巣に到達しているというつながりもあります。はい、この考察もおそらく当たったようです。モリアはリューマやオーズなど世界中から生前の強者たちの死体をかき集めていました。
さらに、ロックス海賊団だけじゃなく、ロジャー海賊団も上陸。ロジャーはここで1年待った。そんなようなセリフを言っていますが、ロジャーの狙いがニキニキの実なら1年前から狙っていたのか、ここはよくわかりません。ざわつくゴッドバレー。そこへさらにガープも上陸。大混乱の大暴動。海賊たちが現れたことで海軍は天竜人の護衛につく。神の騎士団たちは海賊を相手にする。この隙をついてイワン国とクマは2つの悪魔の実をゲット。早速イワン国が食べようとすると、そこに現れたビッグマムに奪われてしまう。清流となったイワン国も見てみたかった。一方、クマはすぐさまニキニキの実を食べる。そこへまた現れたのは五老星サタン星。何やら魔法陣でバリバリとワープしてきた模様。バッカニア族の運命を語るサタン星。しかし9歳のクマは夢を諦めない。ニカのように一人でも多くの人を救いたい。これが1096の話数の語呂合わせ7つ目。人の救命。人の救命でしょう。語呂合わせ的には6は目と読むようです。しかしそれを聞いたサタン星は、だから消えるんだ、お前たちは。と意味深なセリフ。やはり先代のニカはバッカニア族だったのか。そしてロジャーとロックスが激突してゴッドバレー事件は終幕しました。ゴッドバレー事件の詳細は今回は語られないようです。ジーベックの顔もゴッドバレーの資源もどちらもまだ描かれていません。その次の機会を待ちましょう。場面が変わってサウスブルーソルベ王国。無事に脱出したクマ、イワンコフ、ジニーの3人。なんとゴッドバレーで奴隷たちを救ったのはクマだった。ロジャーとガープはただロックスを抑えていただけ。実際に奴隷500人を救った英雄はクマだった。それはまるで解放の戦士ニカのような解放の手。ニキニキの実の肉球の手のひら。手のひらを太陽に透かしてみれば。どうやらクマはサタンから逃げ切って500人もの奴隷たちをニキニキで飛ばした。そんなクマの実家は教会だったようです。だからクマは聖書を持っていた。そしてイワンコフは自由を求めて海へ行く。この辺りが1096話の話数の語呂合わせ8つ目。自由帰路。自由帰路でしょう。故郷に帰ってきたクマはジニーとの暮らしが始まった。ここでジニーはクマをクマチーと呼び、自分の方が4歳年上だからクマを食わせなきゃと決意しています。が、しかし、明らかにこのジニーのセリフはジニーの死亡をフラグ。9歳のクマをかばって13歳のジニーは亡くなりそう。この話は同じく奴隷少女だったコアラでわかります。ジニーとコアラはおそらく表裏一体です。フィッシャータイガーが素手でレッドラインを登って奴隷を解放したなら、クマも素手でレッドラインは登ったが、逆にそこではまだ奴隷は解放できなかった。フィッシャータイガーがコアラの笑顔を取り戻したなら、逆にジニーがクマの笑顔を取り戻した。そしてコアラが革命軍に入ったなら、逆にクマは革命軍を作った。これが表裏一体。そんなコアラの背中には太陽の紋章が刻まれている。そしてタイガーがコアラのために死んだなら、逆にクマのためにジニーは死んでしまいそう。そのように考えられそう。それはおそらくバッカニア族の血筋がバレて、クマの命が狙われる。それを4歳年上のジニーが助ける。しかしジニーは殺されてしまう。もしもそうであれば、クマは絶望するでしょう。そしてジニーのクローンを作ることを決意する。この1096話でジニーはクマから大食いと言われています。それは大食らいボニーの異名です。そんな平和な暮らしの中でクマは2人の少年から石を投げられていますが、これはジニーが助けています。テンガロンハットの少年とモヒカンの少年。この2人の少年はボニー海賊団のメンバーに似ている。そんなクマとジニーの平和な暮らしが描かれています。そしてジニーは幸せすぎて涙が出てしまう。この時、教会の上には満月。こちらの動画では、ワンピースの月には意味があると考えました。満月の意味とは、物事が満ちる時、幸せに満ちた2人ですが、これはもちろん不穏です。次号1097話で絶対不幸になりそう。以上です。まさかゴッドバレー事件で奴隷を救った本当の英雄はロジャーとガープではなくクマだったとは。世界政府はモルガンズに捏造記事を書かせていたようです。
そしてニキニクがニカにつながって、さらに海賊島蜂の巣の宝が蜂蜜と熊のイメージから熊のニキニキにつながっていくとは、小田先生はどこまで化け物なのか。続いては次回1097話の展開を話数の理論から考えていきましょう。1097話の類似話数は97話と197話です。97話は三大鬼鉄、名シーン、妖刀との勝負に打ち勝つゾロ。こことつなげるのはかなり難しそうですから、97話と1097話がつながるなら扉絵でしょう。海軍から逃亡したモーガンに攻撃しようとしている。つまり1097話では逃亡者クマが見つかってしまう。次に197話は統率者たち。白旗を振って戦いを止めたい講座がバロックワークスのスパイに撃たれてしまう。こことつながるならクマやジニーがフィッシャータイガーのように海軍に騙されて撃たれてしまう。続いて1097話の反転話数も考えましょう。1097をひっくり返すと791は瓦礫、791話の語呂合わせは泣く人。ルフィがドフラミンゴを倒し鳥かごを解除して国中が嬉し泣き涙涙の回ですが、こことつながるなら逆に1097話は悲しい涙の回になってしまうのか。そんな1097話の話数の語呂合わせ予想は、人の苦難、人は窮地、馬とジニーに不幸がやはり訪れそう。そしてさらに今回は再びもっと未来の話数を考えましょう。次の展開で注目したいのはやはり1100話でしょう。類似話数は100話、伝説は始まったですから1100話は激アツ回になりそうです。しかしそれよりも僕が注目したいのは一つ前の1099話です。類似話数99話ではルフィが雷に打たれて笑った。類似話数199話はホープ、ルフィこそが希望であると描かれている。さらに1099話をひっくり返すと991話、ここでもルフィはドレークから希望だと言われている。つまり99話でも199話でも991話でもルフィは希望だと描かれている。それならば1099話でもルフィが希望だと描かれる回でしょう。つまり1099話でニカが復活、あるいはクマとニカが出会ってクマの子供の頃からの夢希望であるニカを見て1099話でクマは涙するのか。以上です。皆さんどう思いましたか。ご意見やお察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。